どうもどうも、エミューです。ノーレスト・フォー・ザ・ウィケット 1.0 ついに正式リリース月が発表されました。予定では2026年10月 PC と PlayStation 5で正式リリースです。今回は公式発表で何が決まったのか、そして今から買うべきなのか、復帰するなら今なのか、1.0 まで待つのもありなのか、そのあたりは500時間以上遊んできた目線でまとめていきます。先に言うと、今から触る意味はかなりあります。ただし、最終装備を完成させるというより、1.0 に向けた予習として遊ぶのが一番良さそうです。公式情報と僕の推測や所感を分けて話します。それでは行ってみましょう。まずは事実から整理します。ノーレスト・フォー・ザ・ウィケット 1.0 の正式リリースは2026年10月予定です。対応プラットフォームは PC と PlayStation 5、Xbox シリーズ XS と Nintendo Switch 2については現時点では未定です。こちらは続報待ちになります。早期アクセスを卒業して正式版になる。これが今回の発表の確信です。もちろん具体的な発売日や 1.0 の細かい仕様まで全て分かったわけではありません。ただ正式リリース月が出たことでいよいよ 1.0 に向けた流れがかなりはっきりしてきました。公式が発表している追加内容を確認します。大きいところだと60時間以上の新規コンテンツに加えて正式版全体では15以上の作り込まれたエリアが用意されているとのことです。中には新しいエリア、新しい敵、新しいボス、新しい武器も含まれています。また新しくクラスシステムと新しいキャラクターの育成要素、今までは明確なクラスシステム自体がなかったので 1.0 ではビルドの考え方そのものが変わる可能性があります。そして最終章のストーリー、新エンドゲーム、そしてクロスプレイとクロスセーブも予定されています。全体ではおおむね100時間規模のコンテンツが用意されているとのことです。かなり大きいですね。もちろん項目だけ見ると色々ありますが、個人的には特に気になるところがいくつかあります。まずは新しいマップと新しい敵です。トレーラーでは血の池や血が溢れているような新エリアが少し映っていました。既存のムービーだけではなく新しいマップや新しい敵らしきものも確認できます。雰囲気がこれまでと全く違って見た瞬間にかなりテンションが上がりました。ここからは推測です。血に関連したボスやエリアが 1.0 で登場する可能性がありそうです。以前からゲーム内にヤギの血というアイテムが存在していました。マリン村の特定のヤギを始末した時に手に入るのですが、使い道がずっと不明のままです。もしこのアイテムが 1.0 で意味を持つとしたらこれは結構面白い展開になります。またマリン村の奥イルムガルドの家の先にある門、あの先が今回映っていたような血に関係するエリアとつながっていると個人的に見ています。ただしあくまでトレーラーと既存のゲーム内要素を見た上での推測です。とはいえこういった未回収の要素が 1.0 でつながってくる可能性を考えるとかなり楽しみです。新しいクラスシステム、育成要素も今回の発表でかなり大きく扱われていた要素です。トレーラーではこのクラスシステムや育成要素についての具体的な描写を確認できませんでしたが、公式が 1.0 の目玉として強調している以上相応の変化が来ると思っています。特に注目しているのは同じ武器を使っていてもプレイヤーごとに異なる戦い方になるという方向性です。今のノーレスト・フォー・ザ・ウィケットは武器、ルーン、装備、エンチャントの組み合わせでビルドを作るゲームです。クラスシステム、育成要素が大きく変わるならビルドの考え方そのものが変わる可能性があります。今までこの武器ならこのルーンという組み方をしていた前提が 1.0 で作り直しになるかもしれない。ビルド研究の幅が広がる反面整理し直しも必要になりそうです。このチャンネルとしても 1.0 の後はビルド動画の作り方を少し整理することになると思います。細かい仕様はまだ未確定ですので続報が来てから改めて向き合いたいと思います。気になっている方も多いと思うのでまとめていきます。今から遊ぶなら最終装備をガッチガチに完成させるというより 1.0 に向けた予習として遊ぶのが一番良さそうです。戦闘の手触り、探索の雰囲気、武器ごとのモーションの違い、ルーンの使い方、装備の見方、この辺りを知っておくだけでも 1.0 のスタートはだいぶ変わると思います。こうした感覚の部分は 1.0 で細かい仕様が変わったとしても完全に無駄になりにくいはずです。そして現状の早期アクセス版でもゲームとして普通に面白いです。これはガチです。実用的な話もしておくと早期アクセス版を今買っておけば 1.0 を追加購入なしで遊べます。
また、正式リリース時には販売価格が上がる予定と案内されています。現在はセール中で通常価格4620円のところ 30% オフの3234円になっています。セール期間や価格は変わる可能性がありますが、少なくとも今のタイミングでは購入を検討する理由の一つになると思います。今回の 1.0 の発表ページ本文ではワイプについて大きく書かれているわけではありませんでした。ただ、公式 Discord サーバー上ではモデレーターの方が 1.0 ではワイプ予定だと案内しています。理由としては 1.0 で変更される内容が大きくゲーム側の作り直しが必要になるためという説明でした。なお、旧セーブをレガシーブランチのような形で残すかどうかは現時点では未定とのことです。なのでレルムやキャラクターのリセットがどうしても気になる方は 1.0 まで待つのも普通にありです。一方で個人的には今のうちに戦闘や探索の感覚を掴んでおく価値はかなりあると思っています。つまるところ、最終装備を作り込む目的なら慎重に考える方が良さそうです。ただ 1.0 に向けてゲームの感覚をつかむ目的なら今から触る意味は十分あります。ここはご自身がどこを重視するかで判断していただければと思います。お得情報としてファウンダーズパックについても触れておきます。Steam で早期アクセス版を2026年7月10日まで購入した方、または PlayStation 5版を予約購入期間中に予約した方が対象です。特典は4点です。スピリットキャバーンは限定隠れ家、セイヤーズバウは限定の剣、ファウンダーズタグは早期アクセスから参加していたことを示す名前のタグ、ファウンダーズテストレルムは 1.0 以降のアップデートのベータテストに参加できる専用テストレルムです。ゲーム内容そのものと比べるとおまけ寄りではありますが、早期アクセスから追ってきた方には割と嬉しい内容ですし、個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。とはいえ購入するかどうかはあくまでゲームの内容で判断していただければと思います。特典だけで焦って買うというより、今の早期アクセス版を触ってみたいか、1.0 に向けて予習したいか、そこを基準にして悩んでもらえればと思います。チャンネルの方針も一言だけ話しておきます。1.0 まで、そして 1.0 以降も、ノーレスト・フォー・ザ・ウィケットの動画はしっかり出していく予定です。今の環境でのビルドや攻略情報もまとめつつ、復帰勢の方や新規の方にも役立つ内容を作っていきます。1.0 に向けて、ノーレスト・フォー・ザ・ウィケットはチャンネルとして追い続けます。なので今後も一緒に桜島を走っていただけたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。最後に3点だけまとめていきます。ノーレスト・フォー・ザ・ウィケット 1.0 は2026年10月に PC と PlayStation 5で正式リリース予定です。新しいエリア、新しい敵、クラスシステム、育成要素、エンドゲームが大きな見どころです。そして今から遊ぶなら 1.0 への予習としてかなりありです。ただしワイプが気になる方は 1.0 まで待つのも選択肢です。皆さんは 1.0 で一番楽しみな要素は何でしょうか？新しいエリアなのか、クラスシステムなのか、エンドゲームなのか、復帰する予定があるか、今から買うか迷っているか、今後見たいノーレスト・フォー・ザ・ウィケットの動画も含めて、ぜひコメントで教えてください。少しでも参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。またね。